イグラドデトロンです。今回はね、ナビ VS ビスタリッチというクランですね。過去に何度か対戦してたことがあるクランかなと思うんですが、タウンホール16のね、世界大会が終わりましたが、まだまだね、大会も残っているというところで、数は少ないんですけどもね、せっかくね、残った対戦もね、少ないんですけどね、楽しみながら見ていきましょう。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで先行は対戦相手の方からクイヒーラバルなんですけど、やっぱね、ハードモードでの世界大会の方を見た結果、やっぱね、クイヒーだったりとか、結構いろんな戦術が使われるようになりましたよね。ルートライダー一辺倒だった予選とは大きく変わって、ドラゴン系の戦術もね、やっぱ減りましたよね。ジャイアントアローっていうところでね、対空砲が簡単に折れてしまう。折れてしまうというか、折れるっていうのがね、やっぱ強すぎたのかな、結論。それだけでもね、大きく変わってますからね。ギリギリのコントロール、ここは耐えていく。で、ポイズンタワースのとホーミングチェック。結構ね、一瞬赤く見えたところもあったんで、これいいホーミングチェックですね。非常にいい。そうよな。キング使って、なんかちょっと膨らみそうな気配もあるので、カット入れて、キングのためのサイドカットもスニゴブで行っていきます。で、アイゴレで時間使いますからね。ここアイゴレがむしろいい感じに時間を稼いでくれてるので、シューターの方でクロスボウを打つことができてて、なんか世界大会もなんかこの手に近いような配置を、なんかこんなような食い火やってるのあったよな。なんか事故ってた印象だけど、これかなり綺麗にルート作れてるね。ホーミングチェックはね、赤枠も見れたところで、次はホーミングがあるかどうかのチェックって感じなんですけど、近場にはなさそうというところ。大きく削れて赤枠の残りが1個。レイジを置いて、そろそろね、ラバルも考えなきゃいけない時間帯なんですけど、いいウォールブレーカーですね。始めるに始めれないって感じかな。ウォールブレーカー届かず。インビジブルも1枚ありつつ、ウォールブレーカー出すなら出したいけど、ここは出し直しはしませんね。クイーンクロック打ちたいかな。危ない。クロークだ、これは。ストライカー混ぜてって、一気のトーム入れていきます。だいぶ外周部、これトルネードまでありましたね。トルネード、テスラ、スケルトンと、おそらくお出火対策かなんか、狙ったものがあったんじゃないかなというところなんですけど、ちょっと、ラバルとしても結構しんどいですね。時間はだいぶ取られてるし、トームもね、空打ちさせられて、クイーンもここで落ちていく。あとはレイジフリーズ一発というところで、スーパーガーゴイルが外周部回っていってますね。中央はクイヒーがある程度削ってくれたので、ロイちゃんが伸びるな。レイジまで一発残っている。能力ももう使ってるんですけど、フォックス生き残ってるので、このまま回りますね。基本的なルートが良かったので、トラップによって崩されかけたんですけど、そもそものプランの良さで押し切ったっていう感じですかね。タウンクイヒのところのルートが非常にね、安定してましたね。トラップ赤枠解除できたところで勝ちかなと。やったーくん、エレクトロタイタン編成ということでね、この編成がやっぱりね、世界大会で大きく活躍したものでしたよね。あれなんか役をウォーデンに使うのが強いんですよみたいなことを言ってたけど、一周回って逆に今はフロスティになってんのかな。いらないのかな。その時はなんかやったくんがね、なんか、ウォーデンに役をつける発想が僕にはなかったみたいなことをなんか語ってたんですけど、これがキーなんですよって聞いたんだけど、キーを捨てたようですね。鍵落ちてるよ。もしくは、もう結論やっぱフロスティンのが強くねってなったか、穴開けを今回は奥までする必要がないよって思ったかな。どっちかですかね。ジャンプを手前に置いて、真ん中貫通で奥でクエイク。なるほど。フォーミングがヒットしていきます。それを見てバルーン追加からの反対サイドスーパーバーバリアンプラスの10日弊社でサイドカット入れて、キングは当然内側に入れていきます。この手の戦術今ね、キーになってるのがね、クエイクブーツですからね。クエイクブーツで大きく穴を開けるっていうことによっていろんな戦術成り立っていると、スーパーネクロとかもね、そうですよね。ね、最初に出た時こんなに入ると思わなかったですね、クエイクブーツなんて。しっ
かり火力の高いところでトームを残しつつ、キングのクエイクブーツとともにユニット進めていきます。かなり大きな穴が開いて、タウンホールまで拾いに行くような形が取れますね。で、3時から裏スーパーバーバリアンプラスのロイヤルチャンピオン展開。クイーンの方は、ミラーでね、いくつかのクイーンがあちこち行ってましたが、本体のみになったところ、ロイヤルチャンピオンしっかり残って、レイジとフリーズが2発残ってますね。うん。まあ、役とかだった場合は、この後、なんかタウンホール区画を穴開けすることができるんですけど、まあ、その穴開けよりもって感じかな、今回は。で、裏の方にもしっかりスーパーバーバリアン残してるのはいいですね。まあ、スパババがね、結構裏で強いですよね、この手のヘルスでは。対戦相手すごいな。ライトニングを呪文でもらったのでこんなことになってるんですね。かなりこれはファイヤーボールだと思うんですけど、さすがに5ですね。一旦、シューターからスタートしていきます。反対サイドにウォーデン登場。ライトニングと、クエイクとインビジブルと相当呪文ありますね。ほぼ呪文をもう初手で使い切るぞっていうような形だと思います。で、外周部の防衛施設たちを削っていくことで、まあ、空に対応する防衛施設を減らして、まあ、空ウォーデン活かしていくみたいな感じにはなってますかね。で、シンプルに防衛施設の数も減らしているので、はい。あれ絶対狙ったやつじゃないじゃん、それ。目的なんでしょうね。これタウンホールとか狙ってた？合ってんのか、これは。正しい可能性もあるか、これ普通に。あるな。中央まで空ウォーデンだけで持ってけるでしょっていうプランなら、確かに。で、ここで、上行き入れて、ジャイアントアローがどっかから飛んでくるんじゃないのみたいな感じですけど、サッカーボール、なるほど。ですが、飛ぶ方向としてはずれてしまった。ブーメラン、すごっ。全部の長距離ギアを使ってったって感じですね。で、このロケットスピアいいですね。アイゴレの凍結とかからないっていうのがね、この射程の長さが魅力ですよね。で、裏からベビドラ回収と。面白い。まあ、どこまでがプラン通りかちょっとわかんなくなっちゃったんですけど、ファイヤーボールあれはあるな。わざわざ中央隠してますからね。だがちょっと自利品にはなりましたが、最後はクイーンが回ってきての全回答。面白いですね。今みたいなね、ちょっと凝ったプランというか、いろんなことするような戦術っていうのがね、増えてきましたよね。さあ、ガクもここはドラゴンライダー編成ということでね、まあ世界大会の時とかにね、たまに使われる、まあ、各タウンホール隊の最高タウンホール隊ぐらいになると、急に出てくるドラゴンライダー編成みたいなやつですね。ゴーレム盾にしつつロイヤルチャンピオンを3時に使ってキングはタウンホール前。ツーサイドタウンかなこの流れは。さあユニコーン行かれるぞこれは。ユニコーン行かれまして、3時の方はゴレ盾のロイヤルチャンピオン。キングの方が穴開けをして、クイーンとキングでタウンホール見ていきたいような流れなんですけど、呪文が結構ケアできない感じになってますね。ロイヤルチャンピオンの方にレイジは打ってるね。レイジプラスのクエイク打ってという状況ですが、援軍がちょびっと連れてしまったクイーンの方も HP コントロール、これはタウンホールまでは伸びず、VL チャンピオンはマルチまで伸びず、ちょっと苦しい感じになりまして、60バマーなんですけど、ホーミング2ヒットかな、これは。ダブルでかかって、援軍の方も防衛援軍に対応できる中身ではなかったので、オーデンの方にストライカーが飛んでいきます。さあ、頑張れ、オール。ナイス。からのドラゴンライダー展開なんですけど、エアスイ完全逆方向タウン残しで始めていきましたね。本来ならばここはタウンホールクイーンで拾っていって、タウンホールがないので、コウモリモノリスプラン。でもマルチ IT もロイちゃんで見てたんじゃないかな。これかなり苦しいっすね。
フリーズを使って一度ケアしていきます。トームは絶対残していきたいところ。おー、ラバル人魚登場。これ、空編成の時にラバルーン人間結構強いっすよね。対空砲も全て削れているので、普通にありかなと思います。ヒーリングトームとね、迷うような選択肢のところですが、中央、これはなんと押し切っていけそう。ラバルもここから届いていきますが、マルチ IT で削られて、ドラゴンライダー頑張れ。オウル生き残ってなんとか全開まで。このアタック全開まで持ってけるのすごいっすね。ハードモードでのリカバリーってね、結構難しいですからね。ナイス全開。対戦相手、ファイボですね。ファイボのロケバル。しっかりホーミングチェックからのロケ、おー、しっかりホーミング。やっぱね、今、この手の編成が非常に多いので、いかに初手で事故らせるか、ウォーデンを事故らせるか、ヒーラーをなくすかみたいなところがね、大事ですからね。クエイク揺らしてからの、インビジブルで隠して、ウォーデンを延命していくような流れなんですけど、うん。火力が高い。ストライカーも入れていいタイミング。援軍の方もギリギリかかるポイズンを打っていきたいところだったんですが、かかってますね、しっかりと。バルーンもかかってはいる。反対サイドテスラが固まったところ、逆サイドだ。なるほどね、面白い。今、ウォーデンがね、お出ひしたところのね、ツイートなってるところなので、両サイド対応できるような形にしてたんですね。こっちから、今ね、ウォーデンがやった方向からやると、ホーミングがヒットするし、逆サイドならテスラがヒットするしっていうことで、ウォーデンがね、ある程度、始まるんだとすればどこから来るかっていうところでは見抜けてたんですけど、ちょっとホーミング解除はね、今回はうまくされたので、かわされちゃいましたね。反対だったらテスラがかかって時間がかかるっていうような感じだったかな。バルーンも消費させられるしっていうところで。さあどうでしょう。クイーンの方も結構 HP いかれてるところなんですけど、キングの方でターゲット管理。反対サイドはロイヤルチャンピオン。スケルトンとかもあるんでね。どっちかっていうと逆サイドの方が時間かかって嫌なトラップにはなってたのかもしれない。ロケバルとかが飛んできた時にね、反対サイドだとホーミングもヒットするしねっていうところなんですけど、イーグル周りに空罠も結構あって、ヒーラー人形もだいぶ削れていますね。ここでクエイクブーツ穴開けていきます。ロイヤルチャンピオンの方はフェニックス採用でね、このフェニックス採用がね、結構増えてますと。ガクトのインタビュー動画のところにも聞いたんですけど、今、フェニックスの方が、フォックスよりも使用されることもね、なんか増えてるんだよというような話でしたね。ウォーデンに対してアングリージェリーをつけることで、結構フォックスの就職先みたいなところがね、キングもしくはみたいなところになってくるんですけど、これも全開とハードモードとはいえ、しっかり全開取ってきます。さあ、カズマくんもファイボですね。やっぱファイヤーボールはね、この環境、ハードモードってなるとね、ジャイアントアローがノーマルモードでたくさん使われたような感覚で増えますよね。固定ダメージっていうのがやっぱ強いですね。バルーンプラスのアーチャーで、このアーチャーをわざとタゲに入るような形で、テスラチェックですね。テスラがあるかどうかのチェックを打っていきました。で、中心部まで飛ばしていって、いいファイヤーボール強いからのロケバル飛ばしていって、ストラウォーデンですね。なるほど。これも空に対応する防衛施設が薄いでしょっていうところで、この空ウォーデン採用の形も結構増えてますよね。僕も以前ね、チャレンジを作った時にね、空ウォーデンの方が刺さるようなチャレンジを作ったんですけど、結構ね、空ウォーデンのファイヤーボールを延命して進めていくっていうのも結構強かったりしますからね。これウォーデン流れてるけど、対空砲撃たれたりすると嫌だな。ほっときたいな、あそこ、ロケバル。あと、今回ね、通常ラバが入ってるっていうのもね、どうやって使っていくのか見ものですよね。さあ、ウォーデンそっち行ったぞ。テスラにタゲを取られている。無視さ、なるほど、空罠チェックね。
ラバハウンド通してからの突撃艦同士うまい。罠チェックだ。スニゴブラバで、下側の方はロイヤルチャンピオンプラスヒーローが展開されて、突撃艦の方はスニゴブラバでしたね、やはり。うまでも呪文もね、打つとこもないので、テスラモリに固めて、反対サイド上の方も固めてと余裕ですね。さすが。強いい全開、こちらも。はるなくんうまいね。ファイボで3時奥をね、潰して、反対サイドはヒーローで潰してっていうところで。空に対応する防衛施設の数を減らすみたいな展開でしたね。またしてもファイヤーボールということで、もうルートライダーの代わりにファイヤーボールがね、流行るような環境になってますね。やっぱ固定ダメージっていうのが非常に偉いですね。フランジョとかも潰せるし、重要なね、まとまった施設も潰せるっていうところで、ちょっと手間のかかった天才みたいな感じなんですよね。天才系の戦術が昔死ぬほど流行ったりとか、スケルトンインビジブルでクランジを潰す戦術っていうのも結構流行ったじゃないですか。あれが両方できる戦術だと思えばね、そりゃ流行るよねっていう、あれだね、天才でクランジュが潰せた時の感覚に近いかもね。この環境でのファイヤーボールって。一旦ファイボで考えるみたいな。ファイボ軸で。で、ファイボのいいところはね、天才とかスケルトンインビジブルもそうなんですけど、合わせるものをそこから選べるんですよね。戦術自体がなんかもう決まってるってことではなくて、もう他のユニットたちを何使うかはその後自由っていうところがね、やっぱいいところかな。で、タウンマイ数歳なんですけど、結構キング削れてますよ、これ。見づらい色で光っているタウンホール前。ロケバルでちょっとアーチャーターンの横打ちも消していく。クイーンの方にレジを置いていきます。強いな。両サイドのクロスボウ一気に折れんの強くね、これ。ミラー強いな。ミラーレイジ強いね。で、ロイちゃん上から下には、くじの方はクイーン使って、ウォーデンの方も延命しっかりできている。中心部分、これはスケルトンの呪文を置きますが、モノリスターゲットクイーン入ったので落としきり。ウォーデンがイーグル落として、ヒーラーとスケルトンでタゲを取って、モノリスの方もウォーデン取って、ロイヤルチャンピオンがロングショット飛んできてますね。からのウォールブレーカー飛んできて、ユニットの数はだいぶ減ってますが、どうでしょう。ロイヤルチャンピオン落とせました。超団大砲からの巨爆ウォーデン落ちる。あるか。さあ、これバルーンの方も落としきっていって、フォックスにヒーラーつきましたね。フォックスヒーラー展開されますが、ヒーラーがどんどんこれは赤爆じゃない、マルチ IT で落とすことができていって、残りはフォックスですが、ここもヒーラー落とされていく。どうだこのタイマン。ちょっとやばいか。つんよ。これ勝てるんですね。ということで、超自利品全開を持ってかれましたね。惜しいな、防衛。ギリギリの展開だったんですけど、面白い。さあ、星3、ラバルとロケバル、両方大量に入った形、トーム入れてスタートしていき、ファイヤーボールかと思いきや、そうではなかった。突ウィズか、久しぶりだね。星3といえば突ウィズみたいな時代もありましたが、レイジ乗ってないこれ。内側しっかり飛んでる。そこ打てたら強いけど。うわー。巨爆はヒットしましたが、仕事ができました、中央。巨爆のみが当たる区画だったのね。ギリギリ耐えれるでしょというところで。突ウィズ対策してる人なんて当たり前だけど今いないからね。
これ手元にヒーラー1体持ってきてるけど、これはどうなんだろう。もうロケバル通して、火力を抑えて外周部へっていうイメージかな。長弾大砲も潰しつつ、キングクイーンが合流してっていう感じ。援軍の方にもポイズン置いて。耐えてる。いやー、耐えたね。ヒーラーも手元に残してるんですけど、これは、追加しましたね。ホーミングヒットでちょっとヒーラーが落とされて残り1体になっております。キングの方は、結構 HP 持ってかれてるぞ、これも。ロイヤルチャンピオンは下からスケルトン。ロイちゃん刺さってますね、これ。突ウィズ決まってるしな、これ。中央まで決まってるのも強い。まあ、多少残ったところでロイヤルチャンピオンがこれ、ロイちゃんレイジで、なんかすんげえ余裕だな、これ。クエイクまで打って、かなり余裕じゃん、これ。強っ。ロケバル5体とフリーズ残っての圧倒的全開。いや、めっちゃ強いですね。かなり強い、これ。ナイス全開。さあ、ここに来て、ファイヤーボールの編成ではないですね。タイタン編成です。世界大会ではね、この編成がシンクロニックゲーミングの方が対応しておりまして、それでね、ナビがやられてしまったというところでありましたが、今回はウォーデンに役をつけてというところですね。いや、この編成強かったよね、本当に。しっかりウォールブレーカー届いて、内側へ。ホーミングチェックが遅れたので、ヒーラー3体行かれて、対空砲もここウォーデン惜しい。ストームが間に合いましたが、とはいえヒーラーがもうほとんどいないので残り、回復量としてはだいぶ渋いですね、これ。この手の編成、ヒーラー守るのって結構大事ですからね。最重要とまではいかないものの、かなり大事にした方がいいことの一つですね。そして3時の方、対地クロスも残っているところ、ここには、なんか一気に、飛んだね、キングの、クエイクブーツで穴開けたかと思いきや、ロイちゃんも同時に能力解放で、対地クロス残ったよ。この対地クロス一生打たれてるけど放置。ガーゴイルだね、もうこうなったら。ガゴでいいよ、そこは HP 低いのと。来ました。1体ずつ出して、それ。赤枠1体でおしまいだから順番に1体だよ、それは。本来は。さあ、裏からスパガゴ。これは対空に対する防衛説がないので、ガーゴイルが刺さりますね。早めのフリーズ決めていって、ちょっと守れそうな雰囲気もね、序盤ありかなと思ったんですけど、持ってかれました。さあ、気づけば15点取られたラストアタック、こちらも15点ペースで回ってきております。前回を取れば時間勝負というような形のラストアタックです。ここはクラウス・ラバルですね。クエイク入りのラバルというところで、レイジも3発入ったところ、ロイヤルチャンピオンにレイジを使ったり、あとはヒーローパートにレイジを使ったりすることもあるみたいですね。フィンランドにね、世界大会の解説に行った時に、帰りの便がね、飛行機、クラウスたちも同じで、レジェンドリーグ攻めてるのずっと隣で見てたんですけど、いろいろね、話聞きながら、この戦術かなりやってましたね。これ本当に強いんですよと。簡単っすよって。なんかもう全然もう感覚でいけますみたいな。こんな感じでロイヤルチャンピオンにロケットスピアをつけて、クエイクプラスレイジを使うことでドカドカ削っていって、で、キングのクエイクブーツで大きく穴を開けて、このクイーンパートもできるだけ伸ばしていきたいみたいなイメージのようですね。さあ、ここはフリーズをかけて下からおでんずを殴りつつ、突撃艦でタウンホール見るみたいですね。タウンポイズンの方ね、ポイズンタワーの方も拾いつつ、タウンホールのヘイトをこの突撃艦に任せていくと。で、もう一度フリーズ。反対サイド6時じゃない、3時から12時にかけてはラバル、オーデンなしでも突破できるでしょみたいな感じなんですかね。
しっかりね、初手のトームにストライカーも混ぜてクイーン処理を行っていることで、ここ伸ばしていくと。で、ウォーデンが最悪ついてこなくてもいいでしょっていうような考え方ではあったと思いますね。それでも十分いけるという計算があったかなと思います。しっかり呪文もあって、ラバルパートへのレイジって結構強いっすからね。特にね、今回はウォーデンしっかりついてきてくれてますけど、ついてこなかったパターンのね、ウォーデンもね、単独でしっかりバルーンで仕事できるようにフリーズレイジっていうところを残しつつ、ラバハウンドも余裕を持ってマナ解除もできていたところで、イエティまで残ってんだこれ。タウン突したけど。余裕の前回ガーサス。はい、というわけでね、終わりました。15対15でタイムの方を見ていきましょう。タイムの方は、2分9秒対2分29秒ということでね、20秒差をつけての圧勝という形です。これがね、20秒の平均タイムの差があるので、5人分なので、トータル100秒のね、リードを取っているということなので、結構な差ですよ。まあ1分半以上ついてるので、まあ1人分のアタック分ぐらいを、まあトータルで考えたら早かったっていう、まあ5人分の時間対6人分の時間ぐらいみたいなね、感覚の差かな。って考えるとなんか15対15でも結構な差があるように感じますよね。まあ質で言ってもやっぱギリギリの全開っていうのが相手と比べればこっちの方が少なく圧倒的なね、全開が多かったですね。ガクのアタックとか結構厳しかったけど、逆に言うとああいうアタックターンホール残ってしまってるのに、反対から行ってしっかり全開を取りに行った判断とか、なんか無難に星2プラスのアタックをしてたら普通に負けてるような対戦だったので、まあ、強気にね、全開を取りに行って、星1のリスクはあるけども、みたいなところをしっかり通した形で全開まで行ったのがね、まあ、結構、あのアタック全開まで行くかどうかがこの試合の境目だったんじゃないかなと思います。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりましょう。まだはね、ちょっとね、この後、いくつか、まだタウンホール16の動画、対戦がね、あるので、そちらの方も合わせてご覧ください。チャンネル登録、高評価、しました。また次の動画でしましょう。さよなら。